今日のターゲットは首なし皇帝グラデウスです。クリア後に登場する強敵ですね。普通に戦うと足しか見えないので近くの建物の上に登りましょう。ここに乗ると見やすいよと言わんばかりに立ってますよね。本体に狙いを合わせて画角を調整しスタートです。アーチだと攻撃が届きませんが衝撃波なら大丈夫です。どんどん撃っていきましょう。一発あたり19万ダメージくらいですね。時間がかかるので早送りです。操作は A 連打でオーバークロックギアを発動し衝撃波を打ったら B ボタンでキャンセルするだけです。ギアプラス HP をつけているので A 連打で回復できちゃいます。気をつけないといけないのは凶暴化ですね。通常よりも強力な攻撃が飛んでくるので防具のヒート、ボルト、エーテル耐性を15まで上げています。来ました、凶暴化です。今回はエーテル属性ですね。分かりづらいですが2万ちょいダメージを食らい残り HP1064 で耐えました。耐性ダウン状態だったら危なかったですね。とはいえレベル差のおかげか耐性ダウン状態にはほぼならないのであんま気にしなくていいかもですね。さあ、あとは20倍速で削っていくだけです。ゲーム内で10時間経過、リアル時間で10分で半分ですね。操作自体は単純なので適当な動画でも見ながら戦えばすぐですね。実はまだ普通に戦って勝ったことがないんですがまあどんな戦い方でも勝てればそれでいいですよね。あともうちょいです。撃破長かった。今回の構成です。まずは毎度おなじみのギアプラス TP を5個とグランドマーチギアプラス HP の組み合わせですね。これでオーバークロックギアを連発しつつ HP を回復し続けています。今回は見やすさ重視で建物の上に登って戦いましたがグラデウスの足元で戦う場合は注意が必要です。寄生虫を吐き出して属性チェンジをした際にエナジードレインという TP5000 吸収の技を打ってきます。これを食らうとオートアタックで TP を貯めることになります。ガトリングにマガジン増加と射撃プラス TP をつければ速攻で TP を貯めることができますがその分攻撃力を上げるデバイスをつけれなくなるのでグラデウスとの戦いが長引いてしまいます。それに画面を常に見ていないといけなくなるのでちょっとミスしやすいですね。建物の上で戦えばエナジードレインを食らわないので建物の上で戦うのがおすすめですね。次は防御面です。クラスをヘビーストライカーにして HP を増やしバトルボディ、ストロングガードでさらに守りを固めています。そしてヒート、ボルト、エーテル耐性を15まで上げています。凶暴火事の攻撃で残り HP1064 まで追い詰められたので最低15は確保したいところですね。またラストスタンドをつけて吹き飛びや崩しを防いでいます。シールドを構えるだけでいろいろ防げるなんてお得ですね。最後に攻撃面です。潜在力アップ系、ビーストキラー、フロントアタックで衝撃波の威力を上げています。この構成で衝撃波一発で平均約19万ダメージですね。ここまで火力を出せなくても倒せはするのでまずは防具の属性耐性を15以上確保して余裕があったら火力を上げていきたいですね。普通に戦って勝てなくてもいいじゃないか。これがデフィニティブエディション流の戦い方や。それでは明日も衝撃波で強敵を倒していきましょう。